国連軍のインチョン上陸作戦によって形勢が完全に逆転すると危機的な状況に陥ったキム・イルソンは中国の毛沢東やソ連のスターリンに対して軍勢を派遣してほしいと支援を求めました。これを受けてスターリンは毛沢東に対し中国軍を派遣してほしいと要請します。一方でキム・イルソンには北朝鮮政府を全面的に交代させろと要請し政府の脱出を勧告しました。そのような中でも国連軍は北進を続けており、ついに平壌が陥落します。北朝鮮指導部は混乱に陥り、敗色はさらに濃厚になっていきました。こうした戦局の展開を受け、アメリカでは鴨緑江、つまり中国との国境まで到達すれば戦争は終わるだろうという見方が強まり、その関心はすでに戦後の朝鮮半島をどのように統治するのかという問題へと移っていました。マッカーサーも今こそ全ての部隊は最大限の速度で国境線へ前進せよと指示を出し、国連軍の北上を急がせます。こうして国連軍は北朝鮮領の奥深くへと進撃し、部隊によっては鴨緑江に迫る地域へ到達するようになっていきました。こうした状況を受け、中国でも北朝鮮への軍事的支援をどうするのかが本格的に議論されるようになっていきます。共産党内でこの問題を検討する会合が開かれ、毛沢東は出兵すべきだと主張しましたが、参加者の多くはそれに反対したため、結論を出すことはできませんでした。反対派の意見としては、今の中国にとって最優先課題は経済復興である。戦争は対外貿易に悪影響を与える可能性がある。アメリカとの軍事力の差は大きい。勝算も乏しい。というものでした。特に中国が懸念していたのは、中国軍が十分な空軍力を持っていなかった点です。もし中国が出兵するのであれば、ソ連空軍の支援が必要不可欠でした。しかしソ連軍は、自国の軍は出したくないという立場を取っており、中国は方針をなかなか決めることができません。それでも毛沢東は、このまま国連軍の進軍が続けば、朝鮮半島北部はアメリカ軍に占領される。そうなれば中国はアメリカ軍の脅威にさらされる。アメリカ軍を朝鮮で食い止めなければ次は中国が狙われると主張し、出兵の必要性を強調していきました。そのような中で中国はソ連との間に、ソ連は北朝鮮に軍を出さない。しかし中国東北部の防衛であればソ連空軍が協力するという約束を取り付けることに成功します。こうして最終的には毛沢東の主張が受け入れられ、共産党は報徳会を総司令官とする中国人民義勇軍の朝鮮出動を決定。鴨緑江を渡って朝鮮戦争に参戦していくことになります。このような経緯を経て朝鮮戦争は事実上アメリカと中国の戦いへと転換していきました。当時のアメリカは中国による38度線を越えれば介入するという警告ははったりとみなしており、中国が参戦する可能性は低いと考えていました。その一方で報徳会は国連軍が東部と西部に大きく分かれて展開しており、その間が弱点になっていることに着目し、局地的な攻勢を開始します。中国は連合軍前線の兵力に匹敵する、あるいはそれを上回る規模の部隊を迅速に投入し、これが奇襲となって国連軍は撤退を始めました。こうして中国軍は国連軍の北上を阻止し、増援部隊が到着するまでの時間稼ぎをすることに成功します。そして増援が揃うと一斉に反撃を開始しました。中国北朝鮮軍はアメリカの近代兵器によって大きな損害を受けながらも、多大な人的損失も顧みず、次々と兵士を投入し、いわゆる人海戦術と呼ばれる戦術によって国連軍に対抗しました。この結果、重大な打撃を受けた国連軍は一気に押し戻され、形勢はついに逆転していったのです。この頃アメリカでは中国軍の介入は限定的な目的にとどまるのではないか、38度線付近で停止するのではないかといった期待が生まれ、休戦の可能性が考慮されるようになっていました。しかし東京にいたマッカーサーはこうした見方には否定的で、新たな状況に対応するには新たな政治的決定が必要である。海軍と空軍を用いて中国を攻撃すべきだと主張していました。一方で中国ではこれまでの作戦が成功したことで自信が高まり、今こそ38度線を越えて南へ進むべきだ。このチャンスを逃してはならないという意見が強くなっていました。
しかし最前線の状況を知る報徳会は、補給には限界があり、部隊も疲弊している。まずはこれを解決するべきだと主張しており、アメリカと中国どちらにおいても中央と前線の判断に認識のズレが発生していたのです。こうした事態を受けてトルーマン大統領は体制を立て直すために原爆の使用もあり得ると考えるようになりました。ところがこの姿勢は世界中に大きな衝撃を与えます。特に西欧諸国は朝鮮戦争がアメリカ対中国の全面衝突に拡大し、さらにはソ連が参戦して第三次世界大戦に発展する可能性を深く懸念するようになったのです。もし戦争がそこまで拡大すれば、西欧諸国もソ連の攻撃目標となるのは避けられません。こうした危機感からイギリスのアトリー首相は急遽ワシントンを訪れて、原爆を使用しないと保証してほしいと強く説得しました。これに対してトルーマンは口頭で原爆は使用しないと保証しましたが、その後もアメリカ政府内では原爆使用の是非が繰り返し検討され続けており、事態は危機的な状況となっていたのです。そしてアメリカが抱いていた38度線付近で停止するのではないかという期待も虚しく、中国軍は進軍を続け、ついには38度線を突破してソウルを占領するに至りました。中国軍に押し返されたことでアメリカ軍は一時的に弱気になっていましたが、中国軍は火力と空軍力の点でアメリカに劣っていたため、決定的勝利を得ることはできません。さらに中国側の補給線が伸びたことによって進軍が滞るようになると、アメリカ軍は次第に自信を取り戻し反撃を開始。これ以降の戦線は38度線付近で一進一退を繰り返す膠着状態へと移っていったのです。ここに至ってトルーマン大統領は戦争目的を38度線の回復に置き直すと同時に国家非常事態を宣言しました。この国家非常事態宣言は戦後のアメリカにおいて大きな意味を持ちます。というのも戦後のアメリカ議会では、我々には核兵器がある。よって通常戦力への軍事支出は縮小すべきだといった意見が強く、こうした空気の中でトルーマン大統領は軍拡予算の承認を先送りしていたのです。ところが朝鮮戦争に伴う非常事態宣言によって軍事支出への議会の反対は一挙に緩和されていきます。これによりアメリカは戦後に進めていた通常兵力の大幅削減方針を転換し、再び軍備の増強に踏み切りました。その結果、兵力は開戦時のおよそ2倍へと増強され、連邦予算に占める軍事費の割合も戦後直後の水準から6割前後にまで跳ね上がりました。アメリカはこの朝鮮戦争の機会を捉えて軍事力の飛躍的な強化を実現し、冷戦へ対応する能力を大幅に高めていったのです。そしてアメリカは実際に38度線を回復することになりますが、トルーマン大統領は再び38度線を超えることに慎重になっていました。彼の頭の中には一度38度線を超えて中国軍が参戦したという記憶が強く残っていたのです。そのため、もし次に38度線を超えれば今度はソ連軍が参戦してくるかもしれない。そうなれば第三次世界大戦に発展する危険があるという不安がよぎるようになりました。こうした状況判断からトルーマンは38度線を回復した以上、国連軍はその使命を果たした。これ以上の北進は泥沼に陥る危険性が大きいと主張するようになり、ここで戦争を終わらせる方向へと動き始めたのです。ところがマッカーサーは依然として戦争に対して極めて積極的な姿勢を崩していませんでした。戦局の行き詰まりを打開するため、中国東北地方への爆撃や台湾の国府軍による大陸侵攻、さらには原爆の使用まで主張するようになっていきます。これらの主張は戦争の拡大を避けたいと考えるトルーマン大統領の方針と完全に対立するものでした。こうした状況を受けてトルーマン大統領はマッカーサーを突如解任。アメリカはここから中国を交渉のテーブルにつかせることを目標に休戦へと向かう道を歩み始めたのです。休戦を望んでいたのはアメリカだけでなくソ連も同じでした。そこでソ連は国連安全保障理事会のソ連代表であるマリクを通じてアメリカに接触し、停戦を提案します。当然アメリカもこれに前向きな姿勢を示し、中国、北朝鮮もこれに応じました。こうして第一次休戦交渉が始まることになります。しかし毛沢東は
停戦交渉の最中に国連軍が大規模な攻撃を仕掛けてくるのではないかと警戒しており、中国軍に対して東北地方からの軍備の増強と各拠点での厳重な警戒態勢を指示していました。実際地上では38度線をめぐって陣地戦が続き、空からはアメリカ軍による爆撃が続行されていました。つまり停戦会談が始まっても戦闘は止まず、戦争は続いていたのです。こうした戦闘状況の影響もあり、第一次休戦交渉は中断を余儀なくされました。その後、休戦交渉は再開されましたが、休戦ラインの設定や捕虜交換の方式など様々な問題で交渉は難航します。すでに名目だけの最高司令官となっていたキム・イルソンは、戦争にはもはや勝利がないと考えて早期妥結を強く望んでいました。しかし中国の毛沢東は、捕虜となった兵士は全員送還すべきだという原則を主張し、それが達成できないなら戦争を続けるという方針を変えようとしませんでした。さらにその背後にいたソ連のスターリンは北朝鮮に同情していました。スターリンは中国がソ連に代わって参戦してくれたことに義理を感じており、中国を支持せざるを得ない状況にありました。しかし戦争が続いて北朝鮮が被害を受け続ければ、北朝鮮の戦後復興に必要なソ連の負担は増大してしまいます。このようにスターリンは板挟みの状況に置かれていたため、表向きは戦争を続けるべきだと主張していましたが、内心は戦争をやめてもいいと考えるようになっていったのです。2年も続いた交渉の末、1953年7月27日、ようやく板門店で休戦協定が結ばれました。南北朝鮮の大半の地域が戦場となった朝鮮戦争の結果、南北の分断は38度線付近を通る軍事境界線によって固定化されたのです。結局この戦争は両軍ともに大量の死傷者を出しながら、最終的には戦前の状態に戻っただけに終わりました。キム・イルソンの悲願であった国土完成も、イ・スンマンの悲願であった北進統一も果たされることはなく、朝鮮半島には大きな傷跡だけが残されたのです。